はいどうも皆さんこんにちは。今回は関東方面の戦いについてお話ししていきます。この頃の信長は各方面に家臣を配置してそれぞれに戦いを任せている状況です。その中でも今回の動画は関東方面の戦いである甲州征伐について見ていきます。武田勝頼との間で起きた戦いですね。前回勝頼が登場したのは長篠の戦いの動画でしたが、その戦いで彼は負けてしまいました。ということで今回の動画ではその後勝頼はどうなったのかという話から始めていきましょう。1575年、織田徳川連合軍と武田軍が設楽原で激突しました。長篠の戦いです。この戦いに勝利したのは織田徳川連合軍で、武田勝頼は撤退していきました。この戦いで多くの有力家臣を失った武田勝頼でしたが、その後も武田氏は甲斐、信濃、駿河の主の地位を維持しています。さて、ここで一度この時の関東情勢を確認してみましょう。当時の関東の主要な一族は武田、北条、上杉の3つの一族でした。同盟関係としては武田と北条による抗争同盟と武田と上杉による校越同盟が結ばれていますが、北条と上杉は同盟を結んでいないということがポイントです。そんな時に関東の情勢を一変する出来事が起こります。上杉謙信が死んでしまったのです。この上杉謙信の死によって関東情勢は大きく変化していきました。上杉氏の後継者争いであるお立の乱の始まりです。上杉謙信の後継者候補は謙信の養子である上杉景勝と上杉景虎がいました。北条氏政は上杉景虎を支援するようになり、武田勝頼にもその支援を要請します。北条氏政は勝頼に景勝を倒してもらいたいと思っていたのですね。しかし景勝は勝頼に和睦を懇願し、勝頼はそのまま和睦してしまいます。この時の武田氏は織田徳川連合軍の脅威にさらされていたので、兵をできるだけ失いたくないという思いや、武田、北条、上杉で協力して織田徳川に対抗したいという思いがあったのです。しかし北条氏政からすると武田勝頼のこの行動は期待外れな行動でした。これをきっかけに北条氏は武田氏に不信感を持つようになり、最終的に抗争同盟は破綻してしまいます。その後上杉氏は景勝が当主となることでお立の乱は終わりましたが、内乱によって上杉氏は弱体化しましたし、北条氏は徳川家康と同盟を結んで武田勝頼に対抗していきます。つまり織田徳川連合軍にとって有利な状況が出来上がったのです。こんな時に起きたのが松平信康事件です。松平信康というのは徳川家康の長男です。つまり徳川氏の後継者ですね。しかしそんな松平信康が切腹に追い込まれる事件が起こります。なぜそんなことになったのかというと、長期化する武田氏との戦いによって徳川氏内部からもこのまま織田氏についていっていいのか、武田氏につくべきではないのかと考える家臣が現れたからです。徳川氏内部の織田派のトップは家康なので、徳川氏内部の武田派の人々はそれに対抗できるような人物が必要でした。そこで目をつけられたのが先ほどお話しした松平信康だったのです。松平信康は荒々しい性格で信長や家康を軽んじていたと言われており、その母である築山殿と共に武田氏とこっそりつながって謀反を企てるようになっていきます。家康としては謀反を企む妻と息子を放っておくわけにはいかないので、最終的には築山殿と松平信康どちらも死に追いやってしまうのです。さて、徳川氏内部の武田派を粛清した後、徳川家康は武田方の重要拠点高天神城を攻撃していきます。この高天神城攻略戦では信長が家康に向けて出した指示が有名です。武田勢が降伏したいと言ってきても降伏させてはならない。攻め続けて勝頼が助けに来たらそこで勝頼を討ち取れるし、もし勝頼が助けに来なかったら勝頼は武田氏での信用を失う。そうすると武田氏の中から裏切る者が出てくるだろうというものでした。こんな指示があったので家康は高天神城を完全に包囲して落城まで追い込みます。この頃の勝頼は北条氏との戦いに追われており、高天神城を見捨てる形になってしまいました。これによって信長の予言通り武田家臣が動揺し、勝頼についていったら負けるのではないかと考える家臣が続出します。
こうして勝頼は武田氏内部の信用を失ってしまい、これ以降家臣の裏切りによって武田氏は崩壊へと進んでいくのです。その後勝頼は迫り来る織田徳川に対応するため新しい城を作ることにしました。新府城です。これまでの武田氏の本拠地は甲府、新しい本拠地の新府城はここなので北西方向への移転です。しかしこの時勝頼は北条氏と戦っている真っ最中なので、戦いと並行して築城と移転を進めなければなりません。そんな忙しい日々を送っている時に勝頼のもとにある知らせが届きます。信濃国の武将である木曽義政が織田氏に寝返ったというのです。これを受けて勝頼は木曽氏の両国へと侵攻。信長は木曽義政支援のために兵を出します。こうして始まったのが甲州征伐です。この戦いで信長は他の大名と連携して大規模な攻撃を行っていきます。徳川家康は駿河から、北条氏政は関東から攻め込ませて、信長とその息子である信忠は美濃から攻め込んだのです。といっても信長自身は後方に控え、戦闘には参加していません。信忠を総大将とした戦いでした。もちろん武田勝頼も出陣して織田軍を迎え撃とうとしましたが、織田軍が進めば進むほど各方面で武田方の寝返りや降参が続いていきます。織田軍が戦わなくても勝手に武田氏が崩壊していく、そのような状況でした。新府城に戻った勝頼は武田方の城が次々と落城していっていると知り、新府城に火を放って退去。小山田信繁の居城である岩殿城を目指して押し延びていきます。しかしその小山田信繁ですら織田軍に寝返ってしまっており、勝頼は進むことも引くこともできなくなりました。その後武田勝頼は天目山を目指して逃亡。しかしその途中に滝川一益軍に発見されてしまいます。勝頼は少ない手勢で奮戦し、なんとかしのいでいきますが、やはり多勢に無勢。奮戦虚しく武田勝頼は天目山で自害します。こうして甲斐武田氏は滅亡してしまうのでした。さていかがだったでしょうか。こうして武田氏は滅亡し、関東の情勢は大きく変わっていきます。武田領を手に入れた信長はこの後領地を割り振っていきました。有名なところで言うと、駿河の国は徳川家康に、上野の国と信濃の国の一部は滝川一益に与えました。こうしてこれ以降滝川一益が関東方面を管轄し、秩序維持を担当していく重要な立場となっていきます。一方武田攻めで北条氏への恩賞はありませんでした。北条氏政はもともと信長と仲良くすることで関東支配を盤石にしようと考えていたのですが、その思惑は実現されなかったのです。こうして北条氏政は織田政権に不満を持つようになっていき、織田政権が崩れた時に北条氏は滝川一益を関東から追い出してしまうのです。さてこの時期の織田氏は関東方面だけでなく他の場所でも戦っていました。ということで次の動画では毛利氏との戦い、鳥取城攻めと備中高松城攻めについてお話ししていきます。それではまた次の動画で。